西暦1600年、16万の軍勢が一つの谷に集結した。戦いはわずか6時間。たった一つの裏切りが日本の250年を決めた。これはその戦場に立っていた名もなき17歳の物語。このチャンネルでは日本の歴史を王や将軍ではなく、その場にいた普通の人々の目線で描きます。今回あなたが体験するのは天下分け目の関ヶ原。徴兵された17歳の農民の一番長い一日です。動画の最後にはこの物語の舞台を今日実際に訪れる方法も紹介します。関ヶ原は実在する場所だ。今の岐阜県名古屋の北西に位置する山あいの小さな盆地。1600年の秋、日本史上最大の戦いの舞台になった。それでは1600年10月21日、夜明け前の霧の中へ。1600年10月21日、あなたは一睡もしていない。夜通し降った雨の後、10歩先も見えない濃い霧が谷全体を飲み込んでいる。その霧の向こう、咳払いが聞こえるほどの距離に、あなたが殺すことになっている8万人の男たちがいる。あなたは17歳、農家の息子だ。3週間前まで本物の槍を握ったことすらなかった。今日の日没までに日本の新しい支配者が決まり、その後250年の歴史が決定づけられる。そしてあなたがそれを見届けられる可能性は決して高くない。これが関ヶ原の戦い。そしてこれはあなたの物語だ。さて、あなたは何者か。生まれは美濃の国。皮肉なことに今あなたが立っているこの谷から歩いて1日もかからない場所だ。あなたは米農家の次男。この次男というのが重要になる。田畑を継ぐのは兄。あなたが継ぐものは何もない。名前はそうだな、藤吉としておこう。この名前を書き留める偉い人間はどこにもいない。あなたの現状をゲームのステータス画面風にまとめてみよう。職業、足軽、歩兵だ。侍ではない。侍には家名があり、俸禄があり、守るべき面目がある。あなたにはそのどれもない。装備、借り物の甲冑一式。おかしぐ足と呼ばれ、主君の家紋が押されている。前の戦では別の男が着ていた。あなたが今日死ねば、次の戦では別の誰かが着る。鉄の傘、陣笠、そして槍。刀ではない。刀は侍のものであり、最後の手段だ。あなたの槍は、大人3人が縦に寝転んだよりも長い。兵糧、胸に斜め掛けした布の筒に詰めた米、少しの塩、少しの味噌。報酬、主に飯。それと、味方が勝てば戦場から運び出せるだけの戦利品。平均読みを正直に言えば思っているより悪くない。大半の兵は大半の戦を生き延びる。ただし今日は大半の戦にはならない。そしてもう一つ、そもそもなぜあなたはここにいるのか。2年前、天下人豊臣秀吉が死んだ。残されたのは5歳の跡継ぎと、おとなしくしていると誓った武装した野心家だらけの国。彼らはおとなしくしなかった。日本は真っ二つに割れた。東には徳川家康、国内で最も豊かで最も忍耐強い男。他人が若くして死んでいくのを眺めながら一生を過ごしてきた。西には秀吉の幼い息子の名の下に石田三成が束ねた連合軍。日本中のほぼ全ての大名がどちらかの側につくことを迫られた。あなたの主君は西についた。あなたの意見は誰も聞かなかった。3週間前、帳面と割り当てを携えた帳簿役人が村へやってきた。兄は農作業に必要だった。あなたはそうではなかった。あなたが兵士になった経緯はそれが全てだ。訓練はそれを訓練と呼べるなら数年ではなく数日で終わった。傭兵があなたの隊に教えたのは
肩を寄せ合って立つこと、焦燥を水平に構えて穂先の壁を作ること、そしてこれにはあなたも驚いたが、槍を上から振り下ろすことだった。まるで唐竿のように。老兵の言い方は身も蓋もなかった。つけば槍は抜けなくなる。兜の上からはたけば次の敵もはたける。彼は繰り返した。お前たちは剣客ではない。策だ。策は逃げない。それからあなたは戦の本当の姿を知る。戦とはその大部分が歩くことだ。編んだ藁のわらじで秋の雨の中を迷いく5万の足に粥のように踏み荒らされた道を歩く。野で眠る。胸の筒の冷や飯を食う。痛む肩に柵の杭のような槍を担ぎ、もう片方の肩には焚き木を担ぐ。そしてどこへ行っても噂だ。今集まりつつある軍勢は史上最大16万だと男たちは言う。あなたが想像できるどんな都市の人口よりも多い。街道沿いの城はもう落ちたらしい。東軍の動きは信じられないほど速いらしい。家康の金はすでにこちら側の誰かを買っているらしい。どこかの誰かがもう裏切りを約束しているらしい。あなたは農民だ。戦略のことなど何もわからない。だが目はついている。指揮官たちは夜中まで言い争っているのに、あなたは気づく。使い番が駆け出していき、そのまま戻ってこないのに気づく。10月20日の夕刻、あなたの軍は山あいの小さな宿場面を囲む位置に着いた。町の名は関ヶ原。老兵は周囲の稜線をぐるりと見回して、ほとんど感心したようにうなった。この地形を選んだやつは分かっている。西軍は三方の高地を抑えている。敵がこの谷に入ってくれば、ここは殺しの箱だ。3週間で初めてあなたは小さくて危険な感情を自分に許す。もしかしたら勝てるかもしれない。そこで雨が降り始める。あなたは藁の雨具の下で泥にうずくまり、濡れた甲冑のままかじかん立てで16万人が考えないように努めている音を聞きながら夜を過ごす。午前4時ごろ、雨がようやく止む。霧が出たのはその時だ。そしてその霧の中を東軍の全軍がすでに動き始めていた。10月21日夜明け、霧はあまりに濃く、日本史上最大の2つの軍勢が数百メートルの距離で向かい合っているというのに、互いの姿が全く見えない。2時間、あなたは隊列の中に立ち尽くす。雫を垂らし、耳だけを澄ませて、蹄の音、車輪の音、誰かの甲冑が触れ合う音、隣に立つ男、コンデ、同じ村の井で少し年上でいつも軽口を叩いている男がもう軽口を叩いていない。午前8時ごろ、霧が幕のように上がり始める。そしてそこに彼らがいた。谷底は上りの海だった。何千本もの旗が霞の奥まで続いている。日本のあらゆる家紋、あらゆる色。あなたはこの光景を残りの人生でずっと覚えていることになる。その人生がどれだけ続くにせよ。誰かが叫ぶ。ホラ貝が咆哮する。そして世界が裂ける。最初の鉄砲の静車は空が割れるような音だった。硝煙が霧の名残の上を転がっていく。あなたのやりたいに全身の号令がかかる。向かう先に翻るのは福島正則の旗。東軍でも指折りの猛兵たちだ。歩く、駆け足になる。音が一つの塊になる。銃声、蹄、一万の歓声。そしてその下に低く湿った雷のような音。あなたはやがて理解する。あれは人間と人間がぶつかる音だ。戦語りは決して教えてくれなかったことを教えよう。足軽同士の槍戦は剣術ではない。策と策の激突だ。肩を寄せ合い、6メートルの槍を敵の列に振り下ろす。敵も同じことをしてくる。全員が絶叫していて、踏み荒らされた他の地面は黒い粥と化し、わらじも折れた槍も人間も飲み込んでいく。
どれだけ続いたのかはわからない。時間は意味を失った。2度あなたの列は敵を押し返し、2度押し返された。あなたは自分自身も絶叫していることにどこか遠いところで気づいている。その時ゴンベイが倒れる。鉄砲玉だったのか。あなたは見ていない。さっきまで隣にあった彼の槍が次の瞬間にはない。そこには穴が開いていて組頭が吠えている。詰めろ、今すぐ詰めろ。そしてあなたは人生で最悪の算数を学ぶ。列の中では倒れた友は死が流れ込んでくる穴でしかない。列がよろめく。周りでは何人かが後ろを、街道の方を、家の方をチラチラと見始めている。簡単なことだ。この煙と混乱の中で誰が気づくだろう。あなたには2つの選択肢がある。逃げるか、列を守るか。あなたは守る。お前は策だと言われた。策は逃げない。そしてしばらくの間、一時間かそれ以上か、それは意味があるように見えた。西軍の列は曲がっても折れてはいない。殺しの箱は機能している。谷の向こうでは味方の大筒が山腹から吠えているのが聞こえる。老兵は正しかった。このまま何も変わらなければ東軍はこの谷で失血死する。そして正午の少し前、戦場のすべての首が一斉に同じ方向を向いた気がした。谷の南の淵、森に覆われたあの山、松尾山だ。午前中ずっとあの山の上では1万5,000の西軍が微動だにせず芝居でも見物するように戦いを眺めていた。率いるのは小早川秀明19歳、亡き秀吉の甥。そしてあなたは知る由もないが、この数週間東西の両陣営に同時に忠誠を約束し続けてきた青年だ。この後起きたことについては有名な伝説がある。山上の沈黙に苛立った徳川家康が小早川の陣に向けて鉄砲を打ちかけさせた。決めろという命がけの催促だ。現代の歴史家の多くはこの問い鉄砲が実際にあったのかを疑っている。だがあなたが自分の目で見たものは確かだ。松尾山の旗が動き始める。斜面を下へ1万5,000人が槍を低く構えて。あなたの軍の横腹へまっすぐに。山麓に布陣していた西軍大谷義継の部隊は朝からこの裏切りを半ば予期していた。そして絶望的な数分間実際に持ちこたえた。だが風向きを見て取った他の西軍部隊がその場で寝返り攻撃に加わる。大谷の陣は溶けるように崩れていく。彼が生きてこの戦場を出ることはない。そこから先はもう戦いではない、崩壊だ。強行の波はどんな馬よりも速く西軍の列を駆け抜けていく。隣の部隊は川の土手が崩れるようにバラバラになっていく。さっきまで軍隊だったものが血の瞬間にはただの逃げる男たちになる。今度は選択の必要すらなかった。列は消えた、策は消えた。あなたは走る。踏み荒らされた田をかけ、見てはならないものの全ての横を駆け抜け、子供の頃から知っている山の中へ。そしてここで地元の農家の息子であることがついに役に立つ。街道を待ち受ける者をあなたは知っているからだ。竹槍を手にした村人たちがお中土と手負いを狩りにやってくる。甲冑のために、血にかかった賞金のために。だからその夜、子供の頃に魚を取った沢のほとりであなたは自分のものではなかった借り物の具足を土に埋める。そして下着姿のまま闇の中を歩いて家に帰る。再び農民として。戦いはおよそ6時間で終わった。死者の数を正確に数えた者はいない。あなたのような男たちは数えるに値しなかったからだ。だが推計は数万人に上る。あなたの名はどの記録にも残っていない。今日この動画までは400年後、あなたは
あなたが立っていたまさにその場所に立つことができる。同じ谷が今は静かな田園風景だ。現在の関ヶ原は岐阜県の静かな小さな町だ。名古屋から在来線でおよそ40分。田んぼと低い山々と、そして何が起きたのかを知っている土地だけが持つあの不思議な静けさ。戦場は徒歩かレンタサイクルで回れるほどコンパクトで、主要な陣地には全て標識が立っている。まずは田園の中に立つ石碑開戦地から。槍の策と策が激突したのはここだ。あなたが列を守った場所もおおよそこの辺りということになる。次に石田三成が本陣を置いた小さな笹尾山に登ってみてほしい。頂上からは殺しの箱の全体が一望でき、なぜ西軍が勝つはずだったのか10秒で理解できるはずだ。南に目をやれば森に覆われた松尾山の稜線があの日あなたを見下ろしていたのと全く同じように今も全てを見下ろしている。駅の近くには岐阜関ヶ原古戦場記念館があり、甲冑や槍の実物と谷全体を見渡せる屋上デッキがある。そして10月に訪れれば町を挙げての合戦再現祭りも見られる。死傷者は当時よりだいぶ少ない。全ての場所へのリンクは概要欄に。一夜の雨、6時間の戦い、そして山腹での19歳の一つの決断。それだけで日本の250年が決まった。3年後、徳川家康は征夷大将軍となり、その家は長期戦の時代が来るまでほとんど途切れることのない平和を統治することになる。記録はここで戦った大名たちを覚えている。だが借り物の槍を握って人間の壁の中に立ち生き延びて、その槍を沢のほとりに埋めた農家の次男藤吉のことは覚えていない。しかし歴史というものはその大部分が彼のような人々でできている。あなたのような人々で。玉座からではなく泥の中から見た古い日本。それがこのチャンネルです。次回は侍の妻の生活。夫より先に眠ってはいけなかったのに家の鍵の全てを握っていた女性たちの話。チャンネル登録して古い日本や足を踏み入れてください。